皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中東情勢プラスウクライナ情勢について合わせて解説していきます。それぞれ別の地域で起こっている出来事ですが、関連は多くの場面で見られます。合わせて解説することでより理解が進むと思われます。ぜひとも、このチャンネルで情報の更新をしていってください。まず最初に取り上げるのは、イランの最高指導者ハメネイ師のその周りの動きです。イランインターナショナルの記事、ハメネイ師の側近、ロシアと避難計画について協議。イランインターナショナルは最高指導者ハメネイ師の副首席補佐官ヘジャジ氏が状況が悪化した場合に自身と家族のイランからの脱出を確保するためロシア当局と交渉中であるという情報を入手した。情報によるとロシアの高官はヘジャジ氏に対し事態が悪化した場合モスクワは安全な回廊を経由して避難を支援すると保証したという。他のイラン高官も同様の接触を受けたと報じられており、一部はすでに独自の脱出ルートを確定しているという。イスラエルのネタニヤフ首相はビデオ声明でイランの高官らが荷物をまとめていると述べた。このイランインターナショナルはイギリスを本拠地として活動する独立系メディアでイランの情報がイラン国内からは発せられないことから海外での活動をしているものです。イスラエルのネタニヤフ首相は、イランの高官らはすでに荷物をまとめていると話をしていますが、今回のニュースで気をつけなければならないのは、あくまでも現段階では、脱出ルートの確保を話し合っているだけであり、実際に逃げ出したというわけではありません。X では、このニュースを聞いて、もう最高指導者ハメネイ師はイラン国外に脱出したと、先走っている発言をしている人もいます。では、なぜイランからロシアなのでしょう。これは、ロシアとイランとの関係が中東地域では勢力圏争いという意味では対立しつつも、反米という意味においては、常に協力関係が取れる立ち位置だからです。また、中東地域では、シリアのアサド政権の崩壊時にも、アサド大統領とその側近らはロシアへ亡命しました。アサド大統領とその家族は、大統領在任時に不正蓄財が数千億円規模で海外口座にあると言われていますから、ロシア国内でも監視下にはあるものの、贅沢な暮らしを現在も続けていると言われています。ロシアに逃げ込めば、少なくとも助かるだろうと考えているのでしょう。ただし、イスラエルがモサドを使ってその後、どうするかについてはわかりません。このようなイスラエル軍の攻撃に関連しての記事がこちら。イスラエルはイランの首都テヘランの区域を完全に制圧し、100機以上のミサイル発射装置を破壊したとイスラエル国防軍が発表。イスラエル空軍はイランの首都テヘラン上空で完全な制空権を確立したと報道官が記者会見で述べた。さらにイランの弾道ミサイル発射装置の3分の1を破壊、イスラエルに対する攻撃の広範囲な部分を妨害することに成功していると付け加えた。イスラエル空軍は弾道ミサイルの発射前にイラン国内で20発の弾道ミサイルを同時に狙ったという。イスラエル国防軍は約50機の戦闘機とドローンがミサイルの保管場所やミサイル発射のためにイラン軍兵士が集まっていた司令センターを特定し攻撃したと発表している。イスラエル国防軍はこれまでにイランの弾道ミサイル発射装置を120機以上破壊したと発表しており、これはイランが保有していた数の3分の1に相当するという。現在のところ、イランの西部地域においては、イスラエル空軍による航空優勢の状態であり、かなり空軍機が自由に活動しているようです。こうした航空優勢についてのお話は前回でもしましたが、イスラエルの諜報機関モサドがかなりの情報収集と分析、そして目標の選定に役立っているようです。第一次攻撃が行われた時には、それこそウクライナのスパイダーネット作戦のようにイラン領内でモサドが活動、小型ドローンを用いてイラン軍のレーダーや対空ミサイル、そして弾道ミサイルといった防空能力や報復能力についてかなり攻撃を行ったようです。しかも現在でもなおイラン領内での情報収集を行っているとみられ、革命防衛隊の上級幹部が新たに殺害されたというニュースも出ています。こうした航空優勢を確保することが何が重要かというと、それはコストの安い兵器で攻撃をずっと続けることができることにあります。イラン側は弾道ミサイルを用いてイスラエルを攻撃するわけですが、弾道ミサイルは非常に大きなもので値段が高いものです。量産もできません。一方で
航空優勢を確保して戦闘機による攻撃を行えるようになれば、もっと値段の安い航空用爆弾を用いて地上施設を次々と攻撃することができます。戦闘機がイランまで飛んでいて作戦行動するのは難しいのではないかという指摘もあります。しかしその点については空中給油機といったものがあり、戦闘機の作戦行動半径はずっと広く取ることができます。さらにここでもう一つ注目されている情報があります。アメリカの空中給油機が次々とアメリカ本土を飛び立ってヨーロッパ側に移動しているとネット上で話題になっていました。すでにそれらはヨーロッパ各地に到着しており、この後どのように行動するのかが注目されています。というのも、先ほども述べたようにイスラエル軍も空中給油機は持っていますが、大規模な作戦を行うのであれば、空中給油機が多ければ多いほど作戦に参加できる戦闘機が多くなります。つまり、アメリカが空中給油機を大量に支援することによって、イスラエル空軍の作戦行動を大規模に支援する可能性があるのではないかという話になっているわけです。実際にそうなるかどうかはまだ見てみないとわからないわけですが、これだけ数多くの空中給油機がやってくるということは、何かしらの動きがなければ、ちょっと説明は難しいのではないでしょうか。今後、イスラエル空軍による空爆はまだまだ続く可能性が出ています。ただし、だからといって、イスラエルが最初に攻撃した理由である核開発を完全にやめさせることができるかどうかについては疑問符がついています。CNN の記事より、イランの核施設破壊実現は困難か、地下深くに建設され爆弾到達できず、イスラエルがイランの軍事施設や複数の核関連施設を攻撃する中、イランの核計画を打倒することが現実的に可能かどうかという疑問が再び浮上している。イギリスの王立防衛安全保障研究所がまとめた報告書によると、その実現が容易ではないことを示している。イランの核施設の破壊には巨大な火力とアメリカからの支援が必要で、両国が共同で行ったとしても、地下深くに設置されたイランの主要なウラン濃縮施設を貫くのは困難だという。主な濃縮施設であるナタンズもイスラエルの攻撃を受けたが、イスラエルの兵器がどれほど地下施設に到達したかは不明だ。ナタンズの地下濃縮施設の深さは正確には分かっていないが、一部の推計では地下8メートルとされる。報告書によれば、イスラエルが保有する爆弾の貫徹能力は、地質や地下の強化コンクリートの厚みにもよるが、6メートル程度と見られる。ボルドーにあるもう一つの主要な濃縮施設は、さらに深いと考えられている。推計では、80から90メートルとされ、アメリカの大型地中貫通爆弾 GBU-57 の貫通力である約60メートルでも届かないと報告書は指摘する。しかも GBU-57 はアメリカ空軍の B2 爆撃機でしか投下できず、イスラエルは同機を保有していない。アメリカが爆弾を供与しても運用できなければ使うことができない。米軍の持っている地下貫通型爆弾、バンカーバスターと呼ばれる兵器については、世界中で多くの国々が持っていない特殊兵器です。しかし、そのような兵器を使われるかもしれないとしてイランは地下深くにウラン濃縮施設を建設し、たとえ攻撃を受けたとしても開発を継続することが可能な状態にあると言われています。ですから、たとえ制空権を得たとして爆弾を次々と降らせたとしても、肝心の施設については無傷で残る可能性があるわけです。ですから、イスラエル政府は正式には否定はしているものの、イラン国内での政変が起こり、独裁者アサジがロシアへと亡命したように、イランの最高指導者ハメネイ師やその取り巻きも合わせてロシアへ亡命してもらいたいなと思っている可能性があります。ここで、じゃあ誰がそのような行動を起こすかについてなのですが、少なくとも諜報機関モサドがイラン領内で活動できているのは彼らに協力している人たちがいるからです。これはハメネイ師による強権的な支配体制に対して決してイランの国内で全員が全員賛同しているからではないことを意味しています。現在のところイスラエル空軍による攻撃は革命防衛隊に集中しています。そのため、もしかしたらイラン国軍の方に反乱の目があるとイスラエルは考えているのかもしれません。今後そのような政変までつながるのか、それとも空爆を繰り返すことによってイランに核兵器開発を公式に破棄させるような外交交渉が行われるか、展開はまだまだ流動的だと言えるでしょう。続いてウクライナ情勢に関するトランプ大統領の動き、産経新聞。アメリカ、中東に支援振り向け、防衛環境変わった、ウクライナに送る予定の対無人機関連。
ヘグセス国防長官は、ロシアの侵攻を受けるウクライナに送る予定だった対無人機関連の防衛支援を中東に振り向けたことを認めた。防衛を取り巻く環境が変わったと理由を説明し、議会でも証言したことを明かした。中東情勢の緊張がウクライナにも影響を与えている。支援の詳細は不明だが、ゼレンスキー大統領は、バイデン前政権下で提供の決まった対無人機用のミサイル2万発が中東向けに転用されると明らかにした。アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは、トランプ政権がロシアの無人機迎撃のため、ウクライナに提供しているロケット弾の特別な起爆装置を中東に展開するアメリカ空軍に振り向けると報道。ウクライナへの防衛支援関与を弱めるアメリカ国防総省の姿勢を反映した動きとして伝えていた。バイデン政権下で決まったウクライナ支援に関しては、トランプ政権は一応止めてはきませんでした。しかし今回はそれを覆してしまいました。ウクライナに対する支援の途絶については、発表即実施というような状況が続いています。一方でロシアに対する制裁は、検討すると何度も話しつつ、一度も実施したことはありません。この対応の差の大きさについては、本当に残念でなりません。一方、イスラエルはアメリカが軍事支援を継続的に行っており、中東地域の軍事大国です。ウクライナ向けの支援をイスラエルに送る必要など全くないでしょう。トランプ大統領の言う自国第一主義は、アメリカ国内でのキリスト教福音派やユダヤ系の支持グループなどの影響もあって、イスラエル支援に傾きすぎています。今回の動画で取り上げる映像紹介はこちらが最後。ウクライナ軍のドローンが2機連なって飛行しています。これは同じ場所に2つの機体が向かっているというだけではなく、使用方法そのものに改善が加えられたという話です。この2機のドローンは前が牽引する役で、後ろの機体については牽引されている間はエンジンを切って航続距離をさらに伸ばすための準備を図っています。これ一体何が重要かといえば、1機だけで飛んだ場合における飛行距離をこの2機で攻撃する場合においてはより遠くまで飛ばすことができるわけです。さらには牽引していた小型飛行機型のドローンが牽引を切った場合においては、ウクライナへと帰って再利用することも可能になってくるわけです。現在はこの方法についてはまだまだ主流ではなく、テスト段階にあると言われています。しかし、こうしたやり方の改善といったものを加えることが、よりロシアの奥深くまで攻撃するのに大いに役立つことでしょう。ちなみに、中東情勢いつ収まるかについて予測は全くできません。というのも、イスラエル側が核開発をやめさせるためだというのを目標として話していますから、この目標を実現できない間は攻撃を続行するかもしれないからです。しかし、今回の動画の中でも記事として紹介しましたが、たとえ制空権を得て爆弾をどんどんと降らせたとしても、近く深くにある施設は破壊できないという状況です。となれば、特殊部隊などを送り込んで施設を占領でもしない限りは、目標は達成できません。これは今のような戦闘機で行って爆弾を落とすよりも、はるかに高いレベルの困難を極めます。一方で、イラン側からの反撃についてもだんだんと縮小傾向にあることが指摘されています。これはイラン側からのミサイルの発射数について推移を見ていると、どんどんとその弾数が下がっているのです。これはイスラエル空軍の爆撃によって発射するためのトレーラーそのものが破壊されていたり、たとえ地下に多く備蓄していても、その入り口の地上施設が空爆を受けて機能しなくなっている可能性があるからです。このように反撃能力が奪われると、ますますイスラエル空軍の自由に活動できる領域が広がるわけですから、イスラエルが一方的な攻撃をこれからも繰り返す可能性が高まるわけです。それだけに今後どのような展開になるかは全く読めません。そしてわからないからこそ、様々な可能性について事前に調べておき、その推移を見守っていきましょう。イスラエルの攻撃がこれからもより苛烈になってくれば、イラン領内での政変などを期待する動きもありますし、また、逃げ出す人も出てくるかもしれません。しかしそれはあくまでもかもしれないという話であり、イランとイスラエルそれぞれがどのような場面でどのような判断をするかが誰にも読めない状況となっています。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。